俺食べれなかったなっていうのがあるのが悲しいかなって思うんですよね。今日穴子なかった、ウニなかった、エビなかった、なんか寿司で食べたいものが出ない、それをなくしたいんで出せるもん出すみたいな。今日1回来て今期っていうか3ヶ月に1回の人でもなんか満足して帰れるようなコース設定にはしたいかなと思いますね。明日の自分の方が美味しいでしょうね。でもその気持ちずっと持っとくのが絶対大事だって。常にやっぱ進化続けないと置いてかれます。白金高輪駅から徒歩8分、南麻布の大通り沿いのビルの1階に店を構えるミシュラン一つ星獲得店、熊本県天草市出身の若大将が凛としたカウンター空間で心地よいリズムでつまみと握りを繰り出す。おまかせは税込み22,000円で、地元天草と豊洲市場から仕入れた旬ネタと王道ネタを織り交ぜ、満足度の高いコースを実現。常により良い味を追求し、オリジナリティの高い一品との出会いも楽しい。これからさらに高みへと駆け上がっていくであろう注目の名店です。本田屋さんの魚は出ますか？ですよね。はい。毎年増えていく。ああ、そうですか。最初どちらもね天草のお魚で、手前が天然のブリ、皮目備長炭で洗ってあります。奥の方が5日寝かせた白甘鯛になりますね。うまっ。じゃあお次も天草からですね、スマガツオというもの、カツオをわら焼きにしています。釧路かなんかの方まで全然うちですね。添えてあるのが淡路の玉ねぎ1週間ほど塩につけたものですね。サクサク皮目がお酒案件です。吉野磯辺巻きです。うん、うまっ。気軽にいける。田中さん今おいくつですか31です。10代で家出ましたから、高校1学期クビに。そんな教科書より握りを選んだ大将は16歳で寿司の道へと足を踏み入れ、18歳で上京。和食店などでも経験を積み、渋谷の人気店寿司利崎の右腕として店を支え、寿司利崎青山店の大将として立ち上げを任される。30歳で独立したいという強い思いから2024年2月に寿司田中を開業し独立。オープン当初は集客に苦戦するも徐々にその評判が広がり、最新版のミシュランガイドでは一つ星を獲得。今では予約が数ヶ月先まで埋まる予約困難店となったが、常に理想の味わいを探求するその姿勢が素敵です。これからのさらなる活躍が楽しみな若き名将です。次にラッコですね。ほうじ茶で5時間ほど煮たものになります。今日も宮城三陸のところですね。皮目のプルプル感がすごい。本来の香りとジューシーさを残した柔らかさで研究して今の形になりました。お味はもう酒足し塩だけになります。大きいですね、牡蠣。冷えてこれなんで確かに。かなり大ぶりな。うん。
うまっ。からすみとタラの焼き白子を保存にしてます。白子温度でもうだいぶからすみが溶け出しているぐらい、かなりウェッティに自家製で仕上げてあるからすみです。美味しいです。ウェッティカラスミいいですね。田中さん今お任せおいくらですか？税込み2万2000。大体つまみと握りどれぐらいの数？2000。8ぐらい、握り10ぐらいですかね。8で夜2回転。土曜日は12時。あ、昼間やってんすか？東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。こちら天然の黒アワビになりますね。これネギですか？らっきょうか。食感が面白い。でもらっきょういいっすね。食感と酸味が美味しい。すべて求まるんですよ。なるほど。シャリしっかり大きめで嬉しいな。肝がうまい。身が分厚い。天草のイカうまいな。香りは結構通年手に入るものなんですか？入ります。入れてもらえるんで。あれどの人？炭の温度めちゃくちゃ上げて、水ちょっと軽くだけで強火でバッチってやってますね。食感が面白い。そうなんですよ。うん。そういう種類なんですよね。シャキッと感があるからちょっと。シャリも美味しいです。ありがとうございます。はい。土鍋で炊いた柔らかいお米と羽釜で炊いた通立ちのいい寿司用のお米をシャリ切るときに別々の浸水時間、別々の炊き方で半台で最後合わせるんです。前ブレンドとかしてたんですけど、はいはい。米自体をブレンドして同じように浸水させてるじゃないですか。絶対それ間違ってるやつなんですよ。はははは。だって2種類が混ざってて同じ浸水時間なわけないじゃないですか。うんうん。そこからずっと疑問に思ってたことを1回分けて炊こうってとこでいろいろやってるようで、今この形にはなったんですけど。塩にしてから軽く漬けにして。This is 赤身の漬け。うまっ。
機長さんの好み伝えるみたいなのって、例えばなんか柔らかさとか業態とか完全お任せですか？もう密に話してうちがどういうのがいいかっていうんですけど、まあ、常に伝えてて、うちに関してはちょっと油強めになってきちゃうから結構分かりやすさの方が大事になるちょっと数来てもらうって方向性をやるのであれば。確かに。十和田自体衛星で仕込んでてあんまりきつくしないようにしてるんで、シールドコブで初めて味が完成するってイメージです。小肌だけ食べると全然締まってないですよ。一晩か二晩しかないです。まだ浅いんですね。基本的には浅い状態で出してます。魚いいじゃないですか。そうですね。なるほど。きつく締めて出すのもったいないなと思って。そうなるとやっぱ酢のパンチが足りないんで、シールドコブ必要になってくるんです。ロールたての栗とすりたてのわさび食べてこの提供の仕方にしてます。シャリの温度も上げてるんで、まあ、安定にしっかり出てるようなイメージ。鼻にツーンとこう抜ける感じ。これ奈良漬けですか？かんぴょう。かんぴょう。その木とかで出してたんですけど、今白系の木、これ 100% じゃない。今日混ぜる直前に少し蒸して。へえ。だからこのふわってするんですね。頭の味噌を直前に今いってきてもらったものと、腹で取ったエビ油一緒ですね。何これ田中さん。やば。エビもめちゃくちゃ分厚いですね。ソースの味がすごい面白い。いや美味しいです。いいの飲み出しじゃないんですよ。いいの子供の皿なしなんですよ。なるほどなるほど。確かに子丼のボリュームですね。対馬の池の穴子、みんながあんまり使いたがらない大ぶりのものもなってます。5分で割る下処理に1時間かけてるんですよ。さらに全部割れるっていう。そうですよね。骨が大変ですもんね。味がどんどん強くなってくる。濃い。今予約方法は何で？はい。新規枠を食べログで開けるようにしてます。それ食べログなんだ。新規様用で、はいはい。でうちの月の100席ぐらいは新規様用でご用意してます。なるほど。毎月1日？ 1日に3ヶ月ぐらい。
止めず開かずだけのそっちの尖らせていく方、はい。これ多分俺勝てねえよなと思ってて、だったら単体でうまいはいはい。誰もやってないやつをやってみようかなと思ってあ貝白身中トロに今標準発生しておうそれに総合的に合うシャリが一番全てに合うと思って、1種類で 100% ってどうも難しいけど、あ。はい。なるべく力づけられるようにはしてます。田中さん今日はありがとうございました。あれでしボリューミーでょ。食べ応えあってそうです。若い方も食べ歩いてる方も分かりやすくうまいっていう、うんそこが多分強みなのかなって勝手に感じましたけど、なんかこだわりとか大切にされてるとこってどんなとこですか？いやまあ時期ごとに来てもらいたいっていうのが一番ありますし、これ食べれなかったなっていうのがあるのが悲しいかなって思うんですよね。今日穴がなかった、ウニなかった、エビなかった、寿司で食べたいものが出ないお店って今結構あると思うんですけど、はい。それをなくしたいんで、とりあえず出せるもん出すみたいな。うん。今日1回来て今期っていうか3ヶ月に1回の人でもなんか満足して帰れるようなコース設定にはしたいかなと思いますね。最初ね、本田屋さん3連発、本田さん3連発。カワハギイカマナガツオ、あそこのなんか最初の入りが、あ結構こういうオーダーで来たのみたいな、大体ここの3連発本田さん地元の、はいはい、行ってからの流れっていう。自分は今日特にですけど、もう車エビが一番インパクトがあって美味しかったです。日々改良で今の形になったのも本当去年の暮れぐらいの話ですか。はい卵黄が少し入ってたりとか、はいエビ油をはい作って殻で作ったエビ油が入ってたりとか、あとはまあ味噌自体は茹でるとかそういうのじゃなくてしっかりいって香り出し直前にとかいろいろやってるんで、キリッと雰囲気も決まってらして、若いですけどやっぱちゃんとご自身のこだわり持って、はいピシッとこう自分はこういう考えですっていうのを、まっすぐにこう体現されてる感じが気持ちよかったっていうか、よかったです。自信がすごいあったように勝手ながら見えたので、明日の自分の方が美味しい自信あるんで、おお、かっこいいでもですね。その気持ちずっと持っとくのが絶対大事なんで、常にやっぱ進化続けないと持ってかれます。今日ごちそうさまでした。ありがとうございました。